チェンバーボーン。アップデート7。丸太不足などで苦労するも立体農場を稼働させ飽食を取り戻した我らがビーバー。そして深刻な資材不足で意味なく破壊を繰り返すがやっと資材も復活傾向。今回は建設を頑張るぞー。てなわけで丸太の在庫も溜まってきたので、中途半端な無限動力の拡張工事を終わらせちゃいましょ。さあ休憩は終わり、今日から16時間労働再開だ。ほぼほぼ完成してるから、これくらいなら数日で終わりそうだな。今更ながらここ左右対称になってないじゃん。うちのレイムさんは変なところで細かい。でボット工場の修正ついでに、隣に加工板用の倉庫を増地行く。倉庫がいっぱいで加工板の生産が止まってた。次なる大規模工事に向けて測量を開始。立体農園の隣か、ここには何を作るんだ？ここには立体植林場を建設します。たびたび丸太不足に泣かされてるし、ここらで植林の手こ入れだぜ。立体農園は地下作るの忘れたけど、今回は地下もしっかり作るぞー。農園も修正しろよ。めんどい。おい。行けー、我が精鋭よ。大地に大穴を開けてやれー。あっという間に爆薬が設置されていく。ビーバーは資材あるとほんと仕事早いな。はっばー、からのー。水だばー。のんきに見てないでなんとかしなさい。こぼれた水はスタッフが汲み上げ美味しくいただきました。乾いちまう前にポンプで汲み上げろ。これでマップ一番下まで掘れた。立体構造を最大限に活かせる準備が完了だ。夜中にこっそり倉庫追加。夜中にやるなよミニキーだろ。こぼした水を汲むためにタンクも追加。真面目に節水。建設前に念のため植林可能な高さを確認。多くを植えるには下に3マスの高さが必要です。立体農園と同じ作りにしようと思ってたんだけど、改めて考えた結果突出部を1フロア12本から10本に削減。背面に壁が必要だけど、こんな感じの配置でも必要な面積を確保することができたどう？プチコスト削減。でここまでできたらあとは土を盛るだけ。とはいえ矢印の方向をミスると作業できずに工事止まるから注意な。突出部の上の土が終わった後に隣を盛るのがコツ。さらに上のフロアは、矢印の向きを目印にして繰り返すだけなので割と楽だよ。背後の壁が足らんばい。ギリ端っこが埋められない。後でなんか方法考えよ。問題は棚上げ、これがうちのレイムさんだ。こんな感じになりそうろー。これで6フロア、きっちり植林すればもう丸太に困ることはなさそうだぜ。建設経路考えるの面倒でこうなりました。農場の管路を借りた納金突出部広報。さあ私を丸太セレブにしなさい、ビーバーよ、キリキリ働けー。自称丸太セレブに返り咲けるかな？農場の管路を植林場と併用して使いたいので、手前に穴を開けて地下用に駅を作るぞー。微妙にフロアがずれてて設置に難儀しそう。立ち往生がいるけど今助けると他のビーバーがハマっちゃう。彼らは深夜にこっそり助けました。管路の敷設で頭を悩ませていたら知らぬ間に大洪水が。悪潮の最中なのに一体何が起きたんだ？節水中なのに困るよ。なぜか清水弁が破壊されてた。解体工事中にミスったか？もしやボットの反乱？んなわけあるか。なんということでしょう。立体農園の管路が邪魔で森番の詰め所の作業範囲がギリ入りきらない。あと3マスくらい右に立体植林場をずらさないと農園と管路を共有できない。泣きながら農園との管路の共有を諦めた。てなわけで右で作り直し。これなら作業範囲もぴったりのシンデレラキット。木こりの起点も作業範囲ぴったりで気持ちいい。これは気持ちいいぜ。一度形が決まってしまえばあとは突出部を使って、これを階層化して重ねるだけの簡単なお仕事。いやパズルみたいで意味不明なんだが。慣れれば意外となんとかなります。こうしてキモい速度で管路が積み上げられた。こんな感じになりそうろー。これで各フロアへの移動手段もクリアだぜ。これなら運搬も効率よくできるかな？はいこっち使わないから埋めといてー。掘った穴を埋めさせる嫌がらせ入りまーす。わざとじゃないから。足場が出来上がってきたぞ。上からどんどん土砂をぶちまけるのだー。いや待て、土砂どころか板の在庫もなくなってるぞ。なんと。そういや板多すぎた時に瓦礫が片付けられなくて製材所止めたままだった。そして在庫がなくなるまで気づかない。これがビーバー脳だ。生産調整。事業縮小したビーバーイーツ本社跡地、ここの板をひっぺがせー。無理やり板を調達した。なんとか板を800ゲットって今度は丸太がなくなりかけてるー。はい再度生産調整入りまーす。はよ植林を成功させないと板も枯渇で何もできへん。だな。
結果建設作業員がいつもの車内ニートモード。お前の在庫管理ミスなんだからビーバーをつっついてやるなよ。車内実験終わって放置してる、植林実験場をきれいに片付けしましょ。いやそれお前が手動で作業しちゃってるからビーバーの仕事にならんぞ。これはしたり。こっちの実験場もカッサカサだし買いたーい。ビーバーたちはトンネル5箇所掘って柱を倒すだけの簡単なお仕事でした。実験お付き合いいただきありがとうございました柱を崩すだけで綺麗に消滅。管路の部分とかはそれなりに素材戻ってくるね。立派な植林場に生まれ変わってください。はい加工板工場前、綺麗に絶壁にしてください。資材不足でまた意味のない整地が始まった。崩落させてはい綺麗。倉庫前で足滑らせたら即成仏しそう。そうだ初期のメインダム、これ解体すれば丸太が手に入る。そういやもうこのダム使う予定ないな。よっしゃー、ついでにここも整地すっぞー。好きあらば平坦か、もう初期の地形が思い出せないぜ。すべてをぶっ壊せー。働けー、もっと働けー。働くことこそがアイアンティースのモットー。なおここの再開発計画はまだない。無駄業務。立体植林場建設の進捗はご覧の通り板も丸太も土砂もねえ、なかなか作業が進まねえ。まあのんびりやりましょ。そういえば前回コーヒー農園を撤去したと思い出し、立体農園のベリーを半分削って植えることにしました。ベリーが倉庫いっぱいで暇してそうな最終者も、コーヒーの仕事ができていい感じに働けそうだ。崩落解体現場、一気に崩落させたかったけど板の在庫がないのでしぶしぶ解体。トンネル掘るための板すらねえぜ。いのー、ちの水。水不足よりも資材不足に悩んだ干ばつ20日間が終了。よっしゃー、湖周辺に植えてたオークが育ったぞー。これで立体植林場完成までのつなぎぐらいはなんとかやっていけそうだぜ。あ、意外と貯水小切りだったわ。中央の湖はまだ満水だが干ばつ30日とか来たら怖いぜ。では干ばつ終了を祝いまして、大崩落。さらば元メインダム。この跡地は何建てようかな？先に植林場を完成させ丸太と板が回復してあとは土砂待ち。あとは時間の問題。でもこうなると出勤してそのまま座り込む、スーパー車内ニートモードになっちゃうんだよね。ビーバーには仕事を与えなくてはならない。それでは私の丸太の蔵を大規模に建て替えですわ。ちょうど丸太の在庫も少ない。建て替えるなら今がチャンスだ。私の丸太がいや中身は入ってねえだろ。立体植林場と同様に地下限界いっぱいまで丸太置き場にするぞー。あたおか式倉庫。この丸太を大切に保管するのだー。建て替えの時に再利用、我々のビーバーはエコを理解している。干ばつ明け捕まってくれたけど警告来ちゃったかー。ハード難易度3の割には貯水させてくれたぜ。猶予3日で満水は厳しいけど結構溜まるかな？前回がっつり漏らしちゃった水路をチェック。今のところ漏れてはなさそうだけどあと3日持つかな？水路の方に流れてるし平気でしょ。などと思ってたら半日も持たずに。水だばー。ダメじゃねえか。急いで汲み取れー。節水さっさと節水。またその場しのぎのダムをこさえる。ものすごい勢いで作ってくれたのでさほど漏らさず済みました。ビーバーたちにとっても命の水、必死さが違うぜ。とりあえずこれで次の握手を開けは大丈夫かな？溢れないようにするなら水路を高くしてもいいかもな。資材がない。せちがれー。やべまた漏れた。工事急げー。などとあわわしてたら握手を17日が来た。満水とはいかなかったが、期間も短くて助かったぜ。前回手を入れた水源周りが大丈夫か確認。ギリセーフか？いえギリアウトでした。のんきに見てる場合じゃねえ。大惨事になるぞ。ここを崩せばマップ外に排水できるかな？水路に流れたら貯水湖までこのまま行っちまうぞ。これじゃダメっぽい。こりゃ参った。こらあんた、何を水に飛び込もうとしてるの？橋を壊してもジャンプで飛び移る。彼はビーバー界のアクションスター。病気になるからやめなさい。作業は安全な足場を作ってやりましょう。上に登って右側にも清水弁を作る工事が始まった。はっぱー。こうして無事排水され、誰も病気になることなく汚水の流入が止まった。さて排水もしっかりできたので、意味はないけど堤防で一段高くしときましょ。無駄工事だけど高さがあると不思議と上がる安心感。やっはー、私の丸太の蔵の建設予定地ですわー。広すぎだろお前どんだけ丸太保管する気だよ。はい崩落現場後の片付けお願いしまーす。崩落後は恒例のお片付け祭りが開催。
立体植林場がほぼほぼ完成したので足場を解体。これも片付け大変だ。背後の壁がなくて一部土が漏れない問題は、角に土盛って柱を追加して解決しました。さいですか。命の水。ビーバーたちは放水場でわずか9マスの水を維持するだけで、広大な植林地で丸太を供給できるシステムを手に入れた。はっはっは、これで私丸太セレブに返り咲きですわ。多くの成長が楽しみだぜ。もうこれで丸太に困ることはあるまい。さて資材置き場建てる前に、開いてた穴を埋め。見えなくなる場所でもしっかり埋める謎のこだわり。ガタガタして敵になったので湖周りもついでに整備しましょ。美しかったカルデラ湖の面影はもはやない。綺麗な直角になれー。カックカクやで。さあ皆の者、地下倉庫を建設する、爆薬で大地を掘り下げるのだー。事前に崩落させた時高さを間違え2度手間になっているのはここだけの秘密。ばらさないでよ。同時多連大ハッパー。少し前までは倉庫があったのにだいぶ様変わりしたな。これでマップ限界だー。ビーバーの皆様お疲れ様でした。ではこんな感じで1列10で2列、10階建てで建設するぞー。うわまためっちゃ頭悪そうな建物を。すべての資材置き場に丸太を設定するのが大変。あたおかの所用。その結果録画を忘れた。単調作業で機能停止したビーバー脳であった。てか工事開始ゲーム内2日でサクッとここまで作ったビーバーに脱帽。仕事早すぎ。録画してないけど奥の管路とか設計結構凝ったものになっております。一マスずつ高さをずらしすべてのフロアに駅が直通。丈夫な管路を積み重ね植林場も直通。こらもう定時だぞ、何を黄昏とる。板の在庫切れで帰り道が作られず途方に暮れるビーバー。などと軽いトラブルはあったものの、建設作業は4日の超短期工事で完了。一番時間かかったのは倉庫の設定だったな。ちょいトラウマ。丸太セレブの蔵、完成ですわー。今回の資材置き場刷新で、丸太の保管量が4万2000まで増えた。全シリーズのフォークテールの時は6万近く保管してたのでちょい少なめ。やっぱアイアンは倉庫が弱い。さて握手を明けまであと4日あるし、使ってない貯水湖の水路の整備でもしよっと。無駄工事入りまーす。貯水湖の下には清水弁がついていて、この水路を3マスに整備しました。ここに水が流れる日は来るのか誰も知らない。トンネル抜けた先も綺麗に整備。使わない水路のために削られた緑地がもったいない。で水路の先に清水弁をつけて、ここから中央の湖へ注水するシステムです。握手をあと1日、おもらし対策ダムを整備。このサイズならおもらしせずに済むかな？ビーバーが暇そうだったので、使ってない貯水槽の底上げ工事を実施。大規模工事を暇つぶしに発注した鬼畜の所用であった。命の水。期間は17日と短い握手をだったが、建設は植林場と資材置き場が完成した実りのあるサイクルだったな。これで資材の安定供給もできるだろうし、さらなる大規模建設が目指せるね。ビーバーよ、働け、もっと働け。では握手をも終わったので立体植林場と私の丸太の蔵を眺めつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。大量の丸太の生産環境を手に入れたビーバー、果たして彼らはどんな文明を築き上げるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。